Hi guys, I'm Omochi Sensei, a professional Japanese language teacher with nearly 10 years of experience. こんにちは、日本語教師10年目のおもちです。This video is available with subtitles in over 20 languages. Just tap the settings button and choose your language. この動画は20以上の言語の字幕付きで見ることができます。設定ボタンを押して言語を選んでください。Did you choose your language? 今回は日本語を初めて勉強する人のために日本語の特徴や他の言語との違いについて話します。この動画が皆さんの役に立ったら嬉しいです。Alright, then let's get started. それでは早速始めましょう。What is Japanese language like? 日本語ってどんな言語？日本語について知っていることはありますか？高文脈文化。日本は高文脈文化、ハイコンテクスト文化と言われています。したくない、できない、嫌いとはっきり言いません。言葉ではっきり言わない代わりに表情や声のトーンで気持ちを表現します。いろいろな方言。日本語にはいろいろな方言があります。地域によってアクセントや言葉が違います。この動画では日本語の教科書と同じ東京のアクセントで話します。敬語。日本語には敬語があります。家族や友達と話す時の表現と仕事の相手や年上の人と話す時の表現は大きく違います。二人称は失礼。日本語では二人称あなたをあまり使いません。友達でも家族でも会社の人やお客さんでもあなたは失礼です。高圧的だと思われてしまうこともあります。名前を呼ぶか、その人の役職や立場で呼びます。3種類の文字。日本語には3種類の文字があります。日本で作られたひらがなとカタカナ、そして中国から来た漢字です。日本で生活するためにはこの3つを読めるようになる必要があります。複数の読みを持つ漢字。漢字は1つの文字に対して読み方がいくつもあります。読み方で意味が変わることもあります。どの読みか文脈で判断します。たくさんの外来語。日本では外国の言葉を日本語風の発音にして使うことがよくあります。同じ意味で使われている言葉もありますが、元の言葉とは別の意味で使われている言葉もたくさんあります。例えば、ポルトガル語が元のパン、タバコ、ドイツ語が元のアルバイト、アレルギー、オランダ語が元のガラス、アルコールなど、英語以外の言葉が元になっているものも多いです。それから、英語の言葉を組み合わせて作られた英語っぽい日本語、和製英語もたくさんあります。例えば、会社員として働く男性、サラリーマンや持ち歩ける薄型のパソコン、ノートパソコンなどです。肯定アクセント、拍、長音。日本語の発音は肯定アクセントや拍、音の長さ、リズムがとても重要です。SOV 型。日本語の文は言葉の順番が英語や中国語とは違います。主語、目的語、動詞の順番に言葉を並べます。たくさんのオノマトペ。日本語にはよく聞く音や見た目の様子、触った時の様子、気持ちなどの少しの違いを表現するためのオノマトペがたくさんあります。写真や動画で見せることができないものや頭の中で考えているものを伝えるとき、病院でお医者さんにどのような痛みかを伝えるときなどにとても役に立ちます。例えば、心臓の音はドキドキ、ドアをノックする音はコンコンなどです。助数詞。日本語は形や大きさによって数え方が変わります。紙やお皿などの薄いものは枚、本や漫画は冊などです。いろいろな一人称。日本語にはいろいろな一人称、私の言い方があります。仕事なら男性も女性も私か私。カジュアルな会話なら男性は俺や僕、女性は私。アニメや漫画では他にもいろいろな言い方の私が使われています。役割語。キャラクターを強調する語尾。日本のアニメや漫画にはたくさんの役割語が使われています。
実際の会話ではほとんど使われないフィクションの日本語です。いくつ知っていましたか？星マークをつけた内容は特に重要なので後で詳しく説明します。Pronunciation 発音。日本語の発音は肯定アクセントと拍、網羅、リズム、母音の長さがとても重要です。間違えていても文脈で伝わることもありますが、別の言葉に聞こえてしまって言いたいことが相手に伝わらないケースもあります。これはお菓子の飴です。発音は飴、飴、飴。これは天気の雨です。発音は雨、雨、雨。違いは分かりましたか？左は雨、雨。右は雨、雨。次です。これは場所を表すここです。発音はここ、ここ、ここ。これは学校の高校です。発音は高校、高校、高校。違いは分かりましたか？左はここ、ここ。右は高校、高校。日本語には大きく分けて6種類の音があります。静音のは、ひ、ふ、へ、ほ。半濁音のパ、ピ、プ、ペ、ポ。濁音のバ、ビ、ブ、ベ、ボ。陽音のキャ、キュ、キョ。発音のん、新聞、日本、半額。日本語ではすべて同じ文字で表します。そして即音、根っこ。少しだけ息を止めるような言い方をします。猫。これは即音がありません。猫、猫、根っこ。これは即音があります。根っこ、根っこ。猫、根っこ。違いは分かりましたか？それから日本語には文字と実際の発音が少し違うものもあります。先生はひらがなではせんせいと書きます。でも実際には先生、先生と伸ばした音で発音します。お父さんもひらがなではおとうさんと書きます。でも実際にはお父さん、お父さんと伸ばした音で発音します。Grammar and Expression 文法と表現。言葉の順番。日本語の文は SOV 型です。主語、目的語、動詞の順番に言葉を並べます。例えば、私はお寿司が好きです。私、お寿司、好きですの順番です。日本語では名詞の後に助詞を置きます。私はお寿司がなどです。寿司、お寿司のように名詞の前におをつけて丁寧に言うこともあります。名前の呼び方。日本語では他の人の名前の後ろにさんをつけることがあります。初めて会った人や会社の人、年上の人など丁寧な言い方で名前を呼びたいときに使います。英語のミスター、ミス、ミセスに似ていますが、男性にも女性にも使うことができます。さんの代わりにその人の立場や役職を言うこともあります。先生や教授、社長、部長などです。助数詞。日本語は数えるものの種類によって数え方が変わります。数字によって音が少し変わることもあります。例えば、建物のフロアの数には階、階を使います。1階、2階、3階、4階、5階と数えます。ペンやボトル、電車などの長いものには本、ポン、ボンを使います。1本、2本、3本、4本、5本と数えます。役割語、キャラクターを強調する語尾。日本のアニメや漫画にはたくさんの役割語が使われています。
実際の会話ではほとんど使われないフィクションの日本語です。登場人物の性格や年齢、立場、時代設定を分かりやすくして物語をもっと面白くするために使われます。よくあるのは一人称私の言い方や二人称あなたの言い方、文の終わり方です。アニメを見ることは日本語を楽しく勉強できるとても良い方法です。でも全部をそのまま真似するのはやめた方がいいかもしれません。高文脈、ハイコンテクスト。日本語は高文脈文化、ハイコンテクスト文化と言われています。したくない、できない、嫌いとはっきり言いません。それはしたくないです。それはできませんの代わりに、ちょっと難しいですという言い方をします。それは嫌いですの代わりに、ちょっと苦手です、あまり得意じゃないですという言い方をします。申し訳ない、言いづらいという気持ちを表すために文を最後まで言わないで途中で終わらせることも多いです。言葉ではっきり言わない代わりに表情や声のトーンで気持ちを表現します。その日は予定があるので行けませんというと少し冷たい感じがします。この人は私のことが好きじゃないのかな、行きたくないのかなと思われてしまうかもしれません。その日はちょっと予定がとか、とても行きたかったんですがと言えば相手との関係が悪くなる心配もありません。日本語の表現は大きく分けて3つのレベルに分けることができます。家族や友達に話す時のカジュアルな表現、年上の人や同じ会社の人、仲がいい上司と話す時の丁寧だけど親しみのこもった表現、そして普段あまり話さない上司や他の会社の人、お客さんと話す時のとても丁寧な表現の3つです。日本語の敬語、丁寧な表現には尊敬語と謙譲語があります。どちらも今話している相手や自分よりも立場が上の人を敬うための表現です。尊敬語は今話している相手や自分よりも立場が上の人がすること、したことをより丁寧に言う表現です。謙譲語は自分や自分の周りの人がすること、したことを下げて言う表現です。同じ会社の人と話しているときは自分や自分の家族のことを下げて言います。でも他の会社の人と話しているときは自分の会社の人を下げて言います。他の会社の人に何か伝えるときは自分の上司のことも呼び捨て、敬称をつけないで名前を言います。これは初級が半分くらい終わったら詳しく勉強します。How much Japanese do you need to work in Japan? どれくらい勉強したら日本で働ける？ CEFR ヨーロッパ言語共通参照枠と日本で生活するために必要な日本語のレベル、いろいろな日本語のテストのレベルをまとめました。CEFR はヨーロッパの言語を勉強する人たちのレベルを見るために作られた評価基準ですが、今は世界中で使われています。A1 はその言語の勉強を始めたばかりの人、C2 はネイティブに近いレベルの人です。一番有名な日本語のテストは JLPT、日本語能力試験です。日本語が母語ではない人のための日本語のテストです。日本の会社や学校に入りたい人、日本のビザが欲しい人のほとんどはこのテストを受けます。JLPT は1年に2回、7月と12月しかありません。国や地域によっては1年に1回しかありません。JPT 日本語能力試験は毎月、日本語ナットテストと J テスト、実用日本語検定は2ヶ月に1回あります。JLPT の代わりにこの3つのテストのどれかを受けてビザをもらうこともできます。他にも日本の大学に入りたい人が受ける EJU 日本留学試験というテストもあります。大学に入るために必要な学力があるか見るためのテストです。日本人が中学校や高校で勉強する内容がどれくらいわかるかチェックするためのテストです。1、日本語。2、理科、物理、科学、生物。
3、総合科目、公民、政治、経済、地理、歴史。4、数学。この中から入りたい大学の学部・学科に必要な科目を調べて、それを受けます。必要な科目は大学によって違います。2から4は英語で受けることもできます。それから仕事で必要な日本語の力を見るためのテスト、BJT ビジネス日本語能力テストもあります。詳しくはそれぞれのテストの案内ページを見てください。留学ビザを取って日本語学校で勉強したい人は N5 レベルの日本語力が必要です。日本でアルバイトをしたい人は N3 レベル。専門学校に入りたい人は N2 から N3 レベル。大学に入りたい人やフルタイムの仕事がしたい人は N1 から N2 レベルの日本語力が必要です。よく日本語の勉強にはどれくらい時間がかかりますかと聞かれます。この質問に答えるのはとても難しいです。なぜなら人それぞれ条件が違うからです。ここには私が今まで会った人の中でずっと海外で勉強していた人たちを思い出して目安を書きました。初めて日本語を勉強し始めて N5 に合格するまでに6ヶ月くらい、その次の N4 までまた6ヶ月くらい、その次の N3 まで6ヶ月以上というペースです。もちろんこれよりもっと早い人もたくさんいました。大切なのは何度も何度も繰り返し勉強すること。新しく覚えた言葉や文型を積極的に使うこと。そして無理をせず楽しく勉強することです。Follow for more fun and real stories about Japan. Enjoy my live chat too.